初心者の方が完全に間違ってること。そうなんですか。오늘은 스페셜 게스트를 모시고 아메리카지에 대한 여러 가지 이야기를 나눠보는 콘텐츠를 준비를 해봤습니다. 오늘은 약 30년 일본의 아메리카지 패션계뿐만 아니라 세계의 패션계를 리드해오신 크러치 매거진 그리고 라이트닝의 편집장님 마츠미야 편집장님을 모시고 여러 가지 깊은 얘기와 재밌는 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 그리고 오늘 마지막에 스페셜 이벤트도 준비되어 있으니 끝까지 봐주시면 감사하겠습니다. ということでスペシャルゲストクラッチマガジンライトニング編集長の松山さんをお迎えしたいと思います。よろしくお願いします。감사합니다。감사합니다。そう座らないと多分見えなかったですね。失礼しました。ついこの間も先月韓国行ってたんだけど、行ってらっしゃいましたね。はい。秋津スタイルで見て知ってますって言ってる方くれる方が多くて、ありがとうございます。ありがとうございました。감사합니다。前回松山さんにインタビューをさせていただいた動画で非常に反響が皆さんすごい熱いコメントを書いてくださいまして、どんな喋ったか覚えてないんだけど、何の話だ。非常に深い内容。本当。ぜひそちらはですね、こちらをチェックしていただければ。ここね。ここです。何喋ったの。松山さんもぜひ見ていただければ。はい、見てみますよ。じゃあ最初ちょっとお伺いしたいのは一つ目言っていいですか。まとめてきたので。フレーム大丈夫？切れてない？ちょっと細くなってくれたらいい。これぐらい切れて。細くなることはすみませんないんですけども、ないか。ちょっと編集でもちょっと難しい。端に行けば余計広がるから。まあいいや。韓国で今アメカジやヴィンテージがやはり注目をされているんですけども、松宮さんが見て韓国のアメカジは日本とどう違いますか？まあアメカジとかファッションって、とかくこうじゃなきゃいけないとか、これとこれを組み合わせなきゃいけないとか、これを着た時はこういうの履いちゃいけないとか、なんかこうルールがね、こう縛られがちなんだけど、この間韓国ソウル行ったんだけど、こってこてのアメカジスタイルじゃなく、上手にみんな取り入れてて、ちょっとおしゃれな人多いなと思って、なんかその辺がある意味自由で楽しんでる感じがすごいしてて、僕はねファッションってそうあるべきだと思ってて、なんかこうでなければならないを重ねていくとコスプレになっちゃうんで。なるほどなるほど。いろいろルールとかこうあるべきというのはあるんですけども、でもそこに縛られてないスタイルがやっぱ韓国多いと。そう。確かに日本の場合は情報も多いっていうのもありますし、ある意味情報量が多い分情報量をみんな知ってる人が多いので、その情報にちょっと縛られることもありますよね。確かにね、それ情報を発信してるのが僕だったりするから問題で。いや問題ではないですもん。でも基本の木は抑えて、あとは自分で好きにやってこいよっていうね。結構皆さん上手になんかコーディネートしてて、こういうのありだねと思いながら。なるほど。面白いですね。もう一つちょっとお伺いしたいんですけど、日本のアメカジ文化。アメカジっていう文化自体がもう日本でできたと僕は思ってるんですけども。アメカジって言ったら日本の文化だね。そうですよね。その文化はなぜここまで深く発展したのかっていうことなんですけど、それで韓国がこれから独自のアメカジ文化を作るとしたら何が必要だと思いますか？というちょっと質問なんですけど。やっぱりアメカジにおいて欠かせないのって、リプロダクション、いわゆるレプリカがやっぱり日本は優れてたんだよね。ヴィンテージがあってレプリカがいっぱい出ることによってヴィンテージの価値がさらに高まるみたいな、なんかそこがこう相乗効果を生み出したっていうのがあったし、あとはなんでか日本人って日本の国で作ることにすごいこだわって、国内生産、特にねデニムを作る背景が日本にはあったんだけど、今それだけじゃなくて靴までね、もう日本製とかってやっぱこだわる人増えてきてるから、ブランドがね、そういう意味では日本ではやっぱり国内生産で国内消費するっていうのがところからスタートしてるんだけど、一生懸命、誠実に作ったことで認められて海外にもね、すごい広がっていったでしょう。それがなんかみんなこう誇らしくなっちゃって、より着たいって思う人が日本人の中でも増えたんじゃないかな。なるほど。レプリカを作る土台の技術力はやっぱあったんですね、じゃあ昔から。そうだね、細かいんだよね。細かいですよね。もうステッチのピッチとかまで細かいじゃない。日本人細かいですよね。でそこからさらに派生して、最初はレプリカだったものが
派生して、ジャパンデニムとレプリカデニムってこう、分かれるわけよ。そうですね。で、ヘビーオンスのジャパンデニムっていうのができて、あれもやっぱり技術のいることだから、レプリカの応用編として、あった。でも、もっと前をたどると、やっぱり日本ってアメリカの、まあ、ある意味生産工場になってた時代があって、アメリカのブランドの OEM を日本で作れば安くできるからっつって散々作らされてたわけですよ。それをまあ卑屈にならずにそこから今のカルチャーに発展させたっていうことなんじゃないかな。あえてそれを自分たちなりに評価して作ってたっていう。そうそうそう。まだね、日本でだって国産のジーンズ作るようになってたかだか50年ぐらいなもんだから今。なるほど。そういったじゃあこのアメカジ文化が、韓国で例えば独自発展するとしたら、なんかでも最近韓国のブランドも出てきてるでしょ、オリジナルブランド。増えてきました、かなり。やっぱりね、東アジアの人たち、まあ自分も日本人で、韓国もそうだし、まああと台湾とか中国とか香港とかね、東アジアの人たちのものづくりに対してのこだわりってある意味みんなリスペクトしてる。ああ、なるほど。なんで自信を持って広めていけばいいんじゃないかなと思うけど、そのものづくりのこだわりを持っていけば韓国でもまあ発展するんじゃないかという。いやいや、もうだって土壌はできてるからね。なるほどなるほど。あとは誰がやっていくかっていうだけじゃないのだから。でもやっぱり日本でここまでアメカジ文化が発展したのはやっぱりライトニングクラッチマガジンの影響が絶大にあったんじゃないかと。いいこと言うね。いいパスでしたね。いいパスでした。いい、俺、そう言わなきゃと思ってた。忘れてたわ。確かにね、雑誌だったり、もう今なんか動画もね、僕らも YouTube とかすごいやってるし、クラッチマン TV。あとイベントももう20年続けてるから、そうですよね。稲妻フェスティバルはもう20年続けて、やっぱこういうのもすごい貢献できたのかな。で僕もアメカジをやっぱり最初に学んだのは、もちろんライトニングでありクラッチマガジンでありセカンドでしたよね。で今その本がそれまた海外の人が買っていかれるじゃないですか。日本語であったとしても。そうなのよ。韓国のお店行ってもほとんど必ず行っても置いてありますからね。置いてあるね。ありがたい話で。本当すごいですよ本当に。もちろんそれでイベント、まあ私もいろいろ何回か稲妻フェスティバル行かせていただいて、なんか非常にとても重要なイベントが開かれるということで。今年はねイベント3回残りある。まずはこれどうですか、キラーパスですかね。キラーパス。キラーパスですよね、これ。キラーパス。ちょうど裏に抜けた。前世紀の中田張りのパスでしたよね。早いんだね、中田のパスは。早いです。まあいいや、それ。8月9日、福岡。初めてなんで、福岡でやるの。何をされるんですか？稲妻フェスティバル in 福岡。初めてなんですね。初めての福岡、初めての屋内開催。ショート動画で実はこの件に関してちょっとこの間ね、その時のコメントで夏の福岡でどうやって屋外でやるんだっていうコメントが来たんですよ。ありました。屋内です。屋内です。屋内です。マリンメッセっていうところ。涼しく見れるわけです。そう冷房効いてるはず。壊れてなければ大丈夫。壊れてたら結構やばいですね。やばい。8月9日日曜日1日だけです。稲妻フェスティバルが福岡で初めて開催されますので。そうなんです。そう今年は福岡でやって東京やんないのってよく聞かれるんだけど、そんなことあるわけないじゃないですか。東京は11月の29日かな。ちょっと待って。これはもう最新情報ですね。まあそうだ、まだ公表してねえや。初公表でございますよ。11月29日日曜日。東京で冬にやる稲妻フェスティバルは11月29日に、いつものお台場でやりますよ。1日ワンデー。あとはね、レザーズデー。レザーズデー。なんちゅうのもあって、レザーズデーは26、27。何月の？9月の。9月の26、27は、川の祭典ですね。そう。いつも横浜でやってたんだけど、今回東京都内の五反田 TOC っていうでっかいビルがあるんだけど、そこでやりますよ。ちょっとこれに関する、プレゼント企画も、まだ準備してありますので、ちょっと最後まで見ていただければ。福岡のね。そうです。それまで撮っていただいて。もったいぶる。もったいぶって。途中で切らせない。そう、切らさない。すごい。そういうのはまあ俺考えたことない。そういうのは必要だね。初めて稲妻フェスティバルやった時って、ノリと勢いで始めちゃったんだよね。いや最初からも結構来られたんじゃないですか？いや、最初から徹夜組だったね。今徹夜組
禁止してるから、前なんか前の日の朝から並んでたりした人いたんだけど、ちょっといろいろそれも今、はい、できなくなっちゃって、今はちょっとできない。前の日から並ばないでって言ってるぐらいだから。次のちょっとお伺いしたいことなんですけども、デニムとか、レザージャケット、ブーツ、ミリタリー、ワークウェア、いろいろアメカジのアイテムがあると思うんですけども、その中でアメカジ初心者といいますか、入門される方に一番おすすめしたい最初のアイテムは何かございますか？やっぱりジーンズじゃない？やっぱそうですか。ジーンズ、まずはジーンズでアメカジを体感してもらうのがいいんじゃないかな。やっぱりカジュアルのクラシックアイテムですもんね、ジーンズは。だし、他のファッションと極端に違うところ、一番違うところは、やっぱ育てる楽しみっていうのがあるんだよね。革にしてもデニムにしても。一番買った時よりも使い込んでってからの方が、こう、付加価値が上がるというか、使い込む楽しみっていうのは、なかなか他にない。アメカジのやっぱ良さってそこがやっぱ大きいですよね。そうそうそう。だから使い込んで、経年変化したものの美しさを感じてもらって、壊れたら修理もできて、みたいな。そうですよね。そうやって使っていけるもので、デザイン的に飽きない。これポイント。これポイントですね。ベーシックなアイテムは飽きないよ。なるほど、なるほど。50年前からあったようなデザインをそのまま今もやってるわけじゃない。そうですよね。そしたら多分50年後もそのデザインってあるんだよね。ずっと今の50年間続いてたら先の50年も続くでしょうっていうね。なるほど。やっぱり時代を超越したやっぱ良さがありますよね。そうなんだよね。なるほど。これはやっぱり持っといた方がいいなっていう。なんかデニムのモデルといいますか、ありますか？いや、やっぱりベーシックなね、ストレートの501とかですか、やっぱり。501タイプって言ったらいいのかな。今のレプリカとかで作られてるジーンズって多分昔のと同じように日持ちもするし、昔のよりももっとこう履きやすくなってる部分もあるしね、でヴィンテージに比べて。初心者の方が完全に間違ってること。まずジーンズは洗わない方がいいってよく言うでしょ。よく言いますね。ね、洗わない方がいい。というか、洗わないと生地が弱くなる。汚れとか埃が詰まってるってことですよね。そう。そこでこう菌が発生したりすると破けやすくなったり、糸が切れやすくなったり劣化しやすいんで、洗った方がいいよっていうふうには僕はよく言うんだけど、履くたびに洗う必要はないと思うけど、ある程度履いたら洗った方がいいと思う。手洗いでいいから。なるほど。もう一個。初心者が勘違いしてること。革靴、ブーツは蒸れると思ってる。科学的な根拠があるわけではないんだけど、理屈的に言うと、スニーカーの方が絶対足は臭くなる。なるほど。ブーツイメージありますね、蒸れるっていう。蒸れるイメージあるでしょ。ブーツって中側も革なんですよ。いいブーツはね。合皮のブーツとかっていうのを持ってこられるとちょっと違うけど、リアルなアメリカ人のいいブーツは革でできてて、底も革で、中にミッドソールにも革が入ってて、中にコルクが敷いてあったりするわけですよ。ちゃんとグッドイヤーとかで作られてるものって、湿気が逃げるんですよ。足臭くなんだよ。なるほど。科学的根拠こないだほらやったわ。そうですか。特集されたんですか？いやちょっと動画で撮ってまだ公開してないんだけど、帽子と名刺入れとブーツとどれが一番菌が繁殖してるかってその場で脱いでやったの。そうなんですね。イメージとしてはブーツの中が一番でしょ。ブーツの中が一番綺麗だった。マジっすか？一番汚かったのは名刺入れだった。そうなんですか？やっぱり手って汚れてんだね。今日だから3人の中で一番足が臭いの多分。そうですね。嫁が今スニーカー履いてるので、そう一番臭い。ゴム底のスニーカー、あれ一番臭い。後で検査してみます。そうだよね。検査したくないな、これ。松本さんも結構ブーツたくさん履かれてると思いますけど、夏も関係なく履かれますか、やっぱり。そうね、夏でも履きますよ。もちろんサンダルの時もあるけど、ブーツとか革靴は普通に夏一番蒸れない。僕も普通に履きます。そうでしょう。そうなんですね。科学的にこれ面白いですね。面白かった。すごい。次のちょっと質問なんですけども、津島さんが10年以上愛用されてるアイテム。結構あるんだけど、たくさんお持ちで。今オフィスなんで、そんなに全部自分のものがここに置いてあるわけでもなくて、靴は結構ここに置いてあって、ちょうどこれ10年ぐらいだと思うんだけど、
臭そうでしょ。いかにもなんか臭くなりそうな。でも科学的には臭くないんですよね。これは臭くなんない。はい、そうなんですね。絶対科学的にというか、臭くなんない。臭くならないですね。ちょっと確認はしませんけども。うん。大丈夫大丈夫。一応。あ、うん。皮の匂い、いい匂い。ああ、そうですか。うん。この皮の匂いですね、本当に。ホワイトだとスモークジャンパーとかセミドレスが人気なんだけど、はい、僕はホワイトだとこのノースウエストっていうモデルが一番好きで、はい、ホワイトの中でも数少ないアウトドア用、歩く用の、多分フラットソールなの。これ他にはつかないんだよ。ホワイトっていうとこのイメージないですね。そうでしょ。はい。ちょっと近くでどうですか、見えますかね。ラフアウトっていうの、これ一枚革なんで、はい、そうそうそう。ホワイトって全部ハンドソーなの。手でこう合体させてるんだよ。手で合体させて。おー、すごいよね。今高くなって。今すごいですよね。いやー、大変よ、物業界も。ね、アメリカの関税も上がっちゃってるし。はい。僕、2010年にアメリカでセミドレスをオーダーしたんですよ。その時$500でした。ああ、まあ昔はそんなかもしれないね。今倍ぐらいですか。うん。そうね。$1,500ぐらいじゃない。うわ$1,500まではしないか。現地で日本からやったら20万超える。だから1,500じゃ買えないね。すごい上がりましたね。びっくりですね。次のアイテムをお伺いしてもいいですか。もう一個靴あった、その紺色の、あ、すいません。はい、これですね。これね、イギリスなんですよ。トリッカーズなんですけど、はい。これはもうね、実は20年ぐらい入ってる。これね、トリッカーズのバートンなんだけど、はい。実は日本のとあるデニムブランドとコラボして昔。あ、そうなんですね。そのブランドのシークレットですか。ドゥニーム。ドゥニーム。今、運営母体が変わっちゃったんだけど、昔のドゥニームが別注した。革が3種類使われてんだよ、これ。あ、本当だ。全部違う、ここ。もうちょっと磨いとけばよかったね。服でありますか、10年。なんか着用された。今、夏だから、はい。やっぱ夏の時期は、はい。アロハシャツとかは長いこと着てるの多いんだけど、まさかこれですか。ちょっとこれはね、10年まで着てないんだけど、はい。実際は1950年代のやつなんで、これはヴィンテージのアロハシャツで、デューク・カフラムクっていう、ハワイアンって書いてあるけど、アメリカ本国のブランドです。ああ、そうなんですね。昔アメリカで買って、結構着てるんだけど、これヴィンテージで。で、長袖なんですね。長袖。僕ハワイアンシャツは長袖が好きだもん。アロハシャツってハワイでは、その清掃として認められてるでしょ。そうすると結婚式とか着ていく人は多いわけよ。なるほどなるほど。そういう時は長袖がよりこうフォーマルとされてて。でもこれはやっぱ触ってみるといろんな有名なリプロダクトブランドありますけど、相当忠実に復刻してますね。いやいや、そうね。ササフとかすごいですね。すごいよ。それつかない。俺なんかだと。松山さんでも見分けつかなかったらもうそれもうヴィンテージですね。いやいや、本当そうですね。もう一個そこにちょっと気になるのが、それはね、リプロダクションのレプリカなんだけど、これはね、シュガーケーン。シュガーケーンのヘッドライトというラインで、ヘッドライト、そこについてるでしょ。ここですね。そう、アメリカの、まあ、主に、レールローダーたちの服とかはワークウェアなんかも作ってたんだけど、最後の方は子供服なんかも手掛けてたようなブランドで、ヘッドライトって昔アメリカのワークウェアブランドをシュガーケーンが復刻させてる。これは復刻のカバーオールなんだけど、俺すごい気に入ってんだけど、2回目の復刻が去年かな、行われて、俺1回目の復刻なんでこれ買ったの。これダブルなの、フロントが。本当ですね。で、裏話をすると、1回目にこれ復刻した時、全然人気なかったって。だけど俺もこれすごい、速攻これ欲しいってなって、買ったわけよ。しかもなんとこの俺に XL でサイズがあった。今松本さんぴったりですね。そう。それでね、このダブルが良くて。普通あんまないですよね。ですよね。シュガーケーンがこれの当時のヴィンテージを持ってんのかなと思ったら、こんなのなくて、実物が。実物がなくてヴィンテージ。ただ写真の広告、昔の広告で同じのが確認できるわけ。本当に1年ぐらいしか作ってないって言ってたから、本当の短期間だけヘッドライトが昔作ってた、1930年代とかに作ってたやつなんだけど、じゃあそのシュガーケーンさんのところで、その写真でそれを見て復刻されたことですか？ただ写真で復刻してるだけじゃなくて、デザインがそうなんだけど、もう
生地とかも、はい。その当時の年代の同じようなカバーオールは持ってるわけよ。はいはいはい。そこからこう生地を再現して、これ用の生地をちゃんと作って、年代的にはしっかりリンクできるように、であとはもう想像の世界ももちろん入ってるんだけど、いやー、すごいですね。これはね、面白いですね。もうロマンだね。ロマンですね。想像だけでこう、リプロダクションしちゃうって、ある意味、こう、なんかそれって、本当にリプロダクションって呼べるのって思う人いるかもしれないんだけど、こんなの、実物なんか絶対見つかんないようなものを、そうですよね。お金をケチるわけじゃなくて、多分見つかれば買うんだよ、あそこの会社だったら。はいはい。シュガーケーンだったら。ですよね。そう。だけど、ないから、その広告を頼りに作った。2種類ぐらい広告はあったんだよね。それにしてもらったけど。で、やっぱアメカジはやっぱロマンですよね。ロマン、ロマン。ロマンですよね。そう、栗はマロン、アメカジはロマン。そうです。何がロマンですか、最初？栗。栗ロマン。それマロンじゃマロンですよね。松田さん、これね、訳すの相当大変なので。そうだよね。カット。で、ロマンが本当にアメカジありますよね。実物がないっていうのがいいじゃないですか。逆に。そうなの。もうこれがなんか噂広まってもっと人気が出てきたら、第3回目あるかもしれない。あるかもしれない。あるかもしれないですね。いやー、素晴らしいですね。面白い。これは松本さんつけられたんですよね、バッジは。これはそう、僕が。そうですよね。全然、コンセプトと合ってないでしょ。ワークウェアにネイティブアメリカン。まあそう言われるとそうですね。でもそこが縛られないでっていう。いいじゃん、何でも。なるほど、なるほど。これしまっとくと楽しちゃうんだもん、つけとかないと。そういう理由もあるわけですね。そう。縛られずにこう、マッチされて。いや、いいですね。そこはロマン。ロマンですね。で、次のちょっとお伺いしたいことなんですけども、この先10年残るブランドと、まあ、なくなっていくブランドの違いは何だと思いますか？いや、10年だったら残るでしょう。そうですか。やめたって言わない限り。そうですかね。まあでも結構いろいろ出てきてはなくなり、出てきてはなくなりっていうのは結構あるような気もするんですけど。雑誌に置き換えて言うと、雑誌にしても洋服にしても、作り手が飽きるんですよ。先に。お客さんより先に。そうなんですね。作り手が、ずーっと毎年ジーンズ作って、ジーンジャン作って、シャンブレーのシャツ作って、スウェット作って、同じものばっかりやるじゃないと。アメカジって。それがアメカジだから。そうですよね。飽きるんだよ。なるほど。雑誌もそう。もうライトニング30何年ある雑誌や。俺関わってもう30年弱。やっぱりね、違うことやってみたくなる、たまには。なるほど。そうなんですね。だって毎年秋になればブーツの特集やって、革ジャンの特集があって、新製品が出てこない、ね、冬とか夏の時期は定番のジーンズの特集やってとか、デニム特集でやってとか、もう大体こうカレンダーがさ、決まってるわけよ。それを毎年やり続けると、絶対飽きてくる、作り手。なるほど。ちょっと違うのやっちゃおうかな、みたいな。それで、みんなおかしくなってくる。お客さんを求めてなかったりする。なるほど。新しいことを教えてもらうとか、教えるの、記事にするっていうのは全然いいことなんだけど、大元があって付け加える部分を変えていくぐらいでちょうどよくて、俺はよく、うちのスタッフには 65% から 70% 同じことやれって。なるほど、なるほど。やっぱり毎回ブーツの特集やったらレッドウィングが出てこないと始まんないわけですよ。それを今回はレッドウィングない、もう毎回レッドウィングだからレッドウィングなしでやろうとかって言うと、アメカジのブーツの特集としては成立してない。お客さんが俺の本じゃないなと思っちゃう。レッドウィング出てなかった。レッドウィングが出てれば、出た、俺の本が出たってこう思うわけよ。なるほど。それで今までもいろんなブランド見てたけど、ふらふら変わっていくブランドはやっぱりなくなっちゃうんだよね。気がつくと、あれなくなっちゃったってあそこみたいな。なるほど。同じこと言い続ける。やり続ける。やっぱりその中心の軸は絶対にブレずにずっとやり続けていくのは重要なんですね。多少ね、新しいエッセンスを組み込むとか、新しいまた元になるヴィンテージを見つけてリプリカするとかっていうことはあるにせよ、機能なんていうんですかね、根っこは変えちゃいけないってことですね。そう、やっぱり去年は半袖と長袖があったから、今年はちょっと変化かけて片方半袖にして片方長袖のシャツ作ってみようかとかって言った瞬間に変わっていくわけですよ。そうですよね。でもモード系の服なんかは、襟の大きさ右と左でこんな違ったりするのあり得るわけよ。だからそこがやっぱアメカジとしてやっていくんだったら、オーセンティックなことをずっ
と飽きずに続けるって、これが飽きずスタイル。飽きずスタイルね。いや、本当重要ですね、これ。作り手が先に飽きちゃダメ。で、これって雑誌もそうとおっしゃってますけど、やっぱり YouTube でも同じこと言えますね。僕はそうだと思うけどね。お店もそう。よくね、日本のラーメン屋さんでよくあるじゃない、有名な話が。お客さんに変わったと気づかれたらダメって。だけど、ちょっとずつ、少しずつ変えてると。気づかれないように変えてると美味しいって言われる。これを極端に変えちゃうと、もうお客さんが離れちゃうっていう。お客側のニーズがやっぱちょっと求めてるものが違うことになっちゃうわけですよね。そういうこと。こうだから俺のブランド、こうだから俺の服って思ってた人が離れていっちゃうからさ。これ重要ですね。すごい重要。やっぱそういう変わらず軸がしっかりしてるブランドはやっぱ長くいくんですね。そうだと思う。今思い浮かべるそういうブランドたちやっぱよく考えてみたらそうですよ。変わらなくずっとなんか言ってしまえば何年も前のもの見ても今と変わらないっていうか。変わんない。ですよね。で、多少でも気づかれないようにパターンがちょっと修正されてたりするわけ。消費者側からすると作り手の人って飽きんのかなと思っちゃう。なんかあんまりイメージがわからないですけど。飽きるんだよ。飽きるんですね。違うことやりたくなる。なんとかレーベル作りたくなっちゃう。なんとか、なんかわかる気がする。なるほど。そう、なんとかレーベル作り始めちゃうと大体終わるんだよね。次の声です。はい。これまで、本当にたくさんのヴィンテージやブランドを見てこられたと思うんですけども、これは衝撃を受けたとか、今でもすごく覚えてるブランドやアイテムございますでしょうか？難しいね、その質問は。すごく考えていくといろんなもん買ってきて困ったなーっていつも思ってて、困ったな。そう。あんまり技術力が伝わらないけど、すごく技術が詰まってるとかっていうのは、気づいてあげたい気持ちがすごいあるの。取材でやっぱ工場とか行って見ることも多いじゃない。それでやっぱりびっくりして買って帰るみたいなことがよくあるんで、そこにある帽子あるでしょ。これ日本製じゃないんだよ。これはシカゴ。というのも日本で帽子を見てたまたま展示会で、日本で買えるとこ一個もないの。ないんですね。それでもう取材行ってきた。そうなんですね。このためにシカゴ行ったの。もう展示会で一目惚れされて。そう。これすげえわーと思って。美しいですね。これオプティモっていう、このね、今ちょうどその行った時の模様をね、撮影したのは、ちょうど6月売りのクラッチマガジンで紹介してるんだけど。そうなんですね。そう。これ、いわゆる伝統的なアメリカのハット。そうですね。スタイルですね。ステッドソンで言うとオープンロード的な。そうだからこれもオープンハットで、別にちょっと形変えて、ティアドロップにするとか。そうですね。この帽子のすごいところはもう、ほんと細かいとこすぎてちょっとあれなんだけど、こういうところの縫い方とか。ヴィンテージ。もうね、あとこれ、素材もすごいいいんだけどね、ビーバーで。ビーバーのお腹の毛だけ使ってんの。ストマックって言ってたけど。こういう感じでステッチがなっております。見えますか？おいくらですか、向こうで。言った方がいい？教えてください。多分、2500ドルぐらいじゃない？米ドル。ウォンではない。ウォンではないですよね。2500ドル。パナマとかだと4000ドルとかするんだよね。ちょっとね、高いよね。すごいですね。オプティモシカゴで検索していいですね。雰囲気ガラッとまた変わりますね。本当はパナマも欲しいよ。4000ドルから4万ドルまであったね。これペラな。帽子ですよね。そう。パナマそのぐらいになっちゃう。パナマどこで高くなるんですか？素材が一番高い。パナマってあれ手で編むんだけど、すごい細かく、もうこのぐらいをもうそれこそ1年ぐらいかけて編むような、そのぐらい値段取らないと合わないんですよ。すごっ。高いやつは高い。俺そこのやつそこまで高くないけど、これはファットハッター。僕の愛用してるこれパナマなんだけど、これは崩さないでね。もちろん。パナマは触っちゃダメ。もちろん。パナマは切れちゃうから。そうですよね。ウィンドキャッチャーもあって面白いですね、これ。そう。クラシックなの。クラシックですね。で、ちょっと高い、ここのフロントのクラウンが。だから、昔のフェドラーをベースに
なんかこう作られてペトラよりちょっと広いんじゃない？ああ、そうですよね。横は、ブリムは広い感じですよね。そうそうそう。いや、でもこれ美しいですね、シェイプが。このちょっと前に行くと徐々に上がっていく感じが。これがね。いいですね。バタータはね、この形が結構得意。得意なんですね。そうそう、ぜひ4万ドル購入されましたらご連絡いただければ。いやー。すぐ見に来ます。秋津スタイルで行った方がいいよ、シカゴ。うわー、行ってみたいけど。何がいいかってシカゴのピザがうまいから。ああ、そうなんですね。それだけで行く価値が。そう、俺本当にまた行きたいもん。あ、そうですか。もう帽子屋じゃなくて、オプティモじゃなくて、ピザ食いに行きたい。では松本さん、最後に今回の初めて開催される稲妻フェスティバル in 福岡。はいはい。ありがたいことにですね、私がご提案をいたしましたら、快諾していただきまして、5名の方にですね、今回稲妻フェスティバル福岡のチケットを、ちょっとプレゼントしてくださるということで。欲しいっていう人だよね。来るよっていう人にあげるわけですね。もちろんです、もちろんです。そうだよね。なのでコメント書いていただいた方から僕がちょっと厳選して5名の方に差し上げようと思います。そうだよね。招待客として5名の方にチケットプレゼントいたしますので、ぜひ皆さんたくさんイベントに参加していただければと思っております。そうですね。楽しみですね。楽しみ。韓国も近々行こうっていう話出てるし。ああ、そうですね。またご一緒に行ければお伺いできる。あ、それプライベートでサムギョプサル食べに行こうと思って。もう全然。サムギョプサル美味しいとこを回って。まあ一回食えばいいんだよ。松本さん、本当世界中常に回ってらっしゃるので、こうやってお時間作っていただく本当に貴重なお時間で、本当ありがとうございます。とんでもないです。감사합니다。ぜひまたご出演いただければと思っております。감사합니다。감사합니다。イエスということでよろしいですね。감사합니다。